あの夜に戻って、もう一度すべてをやり直せるとしたら。私はマックス・コールフィールド、バーモント州のカレドン大学で写真を教えてる。仕事に人間関係いろいろあるけど、まあなんとかやってる。あと何枚か撮っておきたいな。ラジャー。新しい友達と一緒に。モーゼスは携帯用中です。でもあの日の夜、日常は終わりを告げた。サフィー、待って、パラレルワールド。もう一つの平行世界があって、どっちも行き来できる。わかんないよ、私にだって。僕はまだサフィーを過去形にできない。なかったことにはできないよ。今はあんたの感情ぐちゃぐちゃでしょ。先生はあります？報われない恋。お話がコールフィールドさん。警察は自殺の可能性も捨てきれないと言っているの。サフィーは自分自身を傷つけたりしません。もちろん他人だって。あいつの手は血まみれだよ。真実を教えて。いつかマックス・コールフィールドが何から逃げてるか突き止めるから。私のせいで。言ったでしょ、信じるって。どういうこと？今度こそちゃんと向き合うんだ。日本語版の実機プレイを初公開、Life is Strange ダブルエクスポージャー TGS2024 特別番組。いやー、最後惜しかった。惜しかったっすね。カンペというか台本見なくなったら途端に噛みました。すいません本当に。ということでございました。始まりました Life is Strange ダブルエクスポージャーの特別番組となっております。 MC を担当しますエレコミック今立ちです。よろしくお願いします。お願いします。さあこの番組ではシリーズ最新作 Life is Strange ダブルエクスポージャーの最新情報を実機プレイを交えてお伝えしたいと思います。紹介してくださるのはこちらのお二人です。まずはこちらの方。はい、ローカライズをやっております赤石田でございます。よろしくお願いします。お願いします。さあそしてはい、同じくローカライズやっておりますローズと申します。よろしくお願いします。お願いします。さあということでおなじみのメンバー、去年もね一緒にやらせていただきまして、もう今年もパワーウォッシュかと思ったんですけど、もう今回もいいじゃない、パワーウォッシュも素晴らしいですけどそうですね。さあ今回はですね、もうこちらのもう Life is Strange ということで、なかなかね、ハードな話であってでも楽しいんですよね。プレイされたことありますか？シリーズあります。ありがとうございます。どうだったんですかお二人は。その最初にやられた時どういう感想だったんですか？ Life is Strange。僕はもうすでにその当時1作品目のローカライズも、もうそうか。そうなんです。いやもう最高、ローカライズが何しろ良かったですよ。ありがとうございます。最高でしたもう声優さんを含め。そうですね。さあローズさんはどうでったでしょうか？自分は当時もうそれこそ救いに入る前どころか大学生だったんで、お客様こそ大学生。もうシンプルに一ユーザーとして遊ばせてもらって、でそうですね、もともと洋芸とか好きだったんですけれども、その日本語で遊んだ洋芸として初めてぐらいだったかもしれない。そうなんだ。前作2016年ですから。そうか。時は流れたわけです。そうですよね。まだ大学生だったってことですからね。そうですね。10年8年前。でも一緒に今作やってても、ぶっちゃけこういう話をしたことはないんでむしろそんなにやっぱ仲良く。いやそういう話じゃなくてそういう話じゃなくてここだけ1年に1回だけここで話す。そうですね。この番組以外では一切口も聞かない関係性なんで。そうなんですよね。そうなんです。なのでちょっとね、目は合わない感じ。ストレッチですね。そうですね。わからないですね、表面上は。そうですね。番組上だけ取り繕って乗らないでください。さあということでございましてね、いろいろとありますが、次のコーナーに行きたいと思います。ローズさん、
今回はライフイズストレンジシリーズ最新作ということで、まずはシリーズについて簡単にねちょっと教えていただければと思います。はい、ライフイズストレンジシリーズなんですけれども、今作がですね実はシリーズの中の5作目でして、今までの作品、いろいろあるんですけれども、基本的にはその共通のテーマがあるいろいろなその話を描くシリーズでして、身近な日常生活、といってもアメリカの生活なんで我々の中ではドラマの世界ではあるんですがそんな日常の等身大の世界で普通に生きている人がある時特殊な力に目覚めて日常が一変するというのを基本的なテーマとした作品です。これ新作の映像もこちらが今そうですね、これ確かにこれから説明させていただくダブルエクスポージャーなんですけれども、これらの作品の中で、彼らがその能力を手にしていろんな選択肢を突きつけられてプレイヤーがそれを選んでその物語が変化するというアドベンチャーゲーム、そんな作品でございます。さあということで今回は最新作ということでございます。さあ続いてはですねローズさんにですね、ゲーム本編を深掘りしていただきたいと思いますが、なんともうちょっとね皆さんもご存知だと思いますけども、彼女が帰ってくると。いやそうなんですよ本当に。ですね、今回の Life is Strange ダブルエクスポージャーなんですけれども、こちらは Life is Strange 1作目の正当続編という形で、その、主人公であり今でもそのシリーズの屈指の人気キャラクターであるマックス・コールフィールドが帰ってくるお話となっております。帰ってくるというか彼女のその後、後の生活を描いたものでして、で今作ではですね彼女が、彼女といえば巻き戻しの能力なんですけれども、それとはまた別に、平行世界を移動する能力、やばい能力それは誰か老子みたいな人に教わったんですか広がっちゃった。この空白の期間に何かあったんですかね。ある日突然目覚めるという感じで、これはそういうもんなんでしょうね俺もいつか来ないかなそのある日もう49年になりますけど日常がね一変するやっぱりテーマの作品なのでね、じゃあちょっと楽しみですねこれ。謎を解いていくというような作品となっております。じゃあこれちょっとね気になったところ、このタイトルですけど、エクスポージャーっていうのはこれどういう意味ですか。マックスがそうですね、1作目の後にプロの写真家として活動されてて、その彼女のお箱となる気候がそれがそのダブルエクスポージャーというものらしいんですけれども、写真をその現像をする際に重ねて現像することによって、その2つの絵が重なってるように見えるっていうのを一応ダブルエクスポージャーという呼ぶらしく。なるほど、そういう手法があって、でこれが平行世界とまたいろいろとって重なってくるっていう意味合いでもあるんでしょうね。さあそれではですね早速ですが今作の注目ポイントについてお教えしていただきたいと思います。ローズさんお願いします。はい、そうですね、やはりそのマックスのその後の物語ということで、あまり深くは踏み込まないですが、そのマックスが1作目で最後に、とても重い選択を強いられまして、多くのプレイヤーがとても悩みながら選んだと思いますけれども、彼女のその選択を経て、彼女がその後どのような生活をして今どういう、人になったのかということにやっぱりフィーチャーに焦点を当てた作品でして、改めて本当にマックスの物語のそのまま続きを、彼女がその件に対してどのように向き合っているのかということを、それをアメリカのバーモント州、とても自然が綺麗なところですね、そこにあるその大学で講師として写真の講師として勤めている彼女の日常の中で過去のことを踏まえた上での物語を描く作品となっております。2016年当時からおおむねゲーム内でもリアルにそれぐらいの時間が経ってると、なるほどなるほど。じゃあもう教える側になったんですね。素晴らしい。さあローズさんありがとうございました。さあということで続いてはですね本作を手掛けたデック9の開発者の方々からですねなんと海を越えてインタビュー映像が届いたということなんで、どうしましょうか。いきますか。いきませんか。そちらのインタビューのをご覧ください。どうぞ。Well, what makes Life is Strange unique as a video game series, I think, is the sort of commitment to every installment featuring very realistic characters and very realistic, relatable situations you might find yourself in, exploring parts of the world that you can actually go see and explore and actually visit. But then this twinge of the supernatural that sort of ties it all together and sort of helps make it
kind of an entry point for folks to go and experience what it's like to walk in someone else's shoes while solving a mystery. Right. Having some life and then adding a little bit of strange to it. Right. So Life is Strange Double Exposure focuses on Max Caulfield, who some folks may remember from the very first Life is Strange game. She's returning here several years after making a horrible choice that no one should have ever had to make at the end of the first game. And she finds herself teaching at a school in Vermont, still dealing with the trauma that comes from making a choice that big when you're that young, when another supernatural mystery sort of stumbles into her path and interrupts her life. Well, I want them to laugh, and I want them to cry, and I want them to feel good and bad, and all of the feelings that are in between. Yeah, I mean, I want folks to feel like they have just stumbled into the middle of this incredible supernatural murder mystery plot, and that they have all the tools at their disposal to figure out how they want to play their way through it, discover what's going on, who's really who and who's up to what, as they work their way through the story, and hopefully have a really good time getting to the ending. My message is just that I really hope you like the game. We've worked really hard on it, and we can't wait for you to be able to play it. It's taken a very long time for us to make this game. It's taken a very long time for Max to make her return, and we really hope that you enjoy playing this game as much as we enjoyed getting to work on it. さあインタビューね良かったですね。ここまで踏み込んで話初出しですからね。こちらもプレイ早くしたいっていうね気持ちが湧いたと思います。ワクワクしましたね。さあそしてなんとですねインタビュー映像に加えて世界初公開の映像もこの番組で公開できることになりました。素晴らしい。素晴らしいですね。さあそれではこれはもう映像の振りはちょっとローズさんにしてもらいましょうかね。じゃあローズさんお願いいたします。じゃあ世界初公開のライフイズストレンジダブルエクスポージャーの映像どうぞお願いします。ほらバーといえばさ、いい絵になりそう。ならちょっとダメ。何？なるべくここにあるものはいじりたくないの。人の手を加えずにありのままを映し出したいから。わかった。触らない。じゃあ私は何をしてたらいい？そのまま可愛くしてて。それなら得意。で、何を撮りたいの？結局。そのガラクタの山に何を見出すの？撮影するときはまず主役を探すの。作品全体の軸になるようなものを。さあ続いてですが、赤石田さん何を、続いてはそうですね、今作、ライフイズストレンジダブルエクスポージャー、こちらもですねマックスはじめとしたいろんなキャラクター登場するんですけども、今回、後ほどねゲームのプレイもございますけども、その中にも関連する、主要キャラクターの中から、4名ほどざっくりと、キャラクターの背景ですとか、そのあたりをご説明したいと思います。こちらはですね、先ほども散々お話ししましたマックスさんでございますね。マックスさん、こちら、先ほども申し上げましたけども2016年当時からですね時間も経過しまして、当時1作品目の時に高校生だったマックスもですね、成長しまして写真の、先生、大学の講師をやっております、カレドン大学の客員教授っていう言い方でいいですか？大変ですね。その学生時代にオリジナル作品でもありましたけども写真の腕を上げまして、写真家としての活動をしながらも、大学で教鞭をとっているという、やっぱ大人になりましたね、本当にね。いうことでございます。大きくなったなっていう感じしますね。大きくなりました。時が流れました。流れましたね。
お一人目になります。じゃあお次のキャラクターいきましょうかね。続きましてですね、はいこちらのキャラクターサフィーでございまして、本作で初登場のキャラクターになるんですけれども、先ほどマックスが、大学で講師をしているという話がありましたけれども、サフィー、彼女は大学院生でですね、このカレドン大というのは芸術学科でいろいろな、写真ですとか、その他もろもろ絵画ですとかいろんな芸術を扱っている学校なんですけども、彼女はその中で、詩を専攻していると、はい、詩人の、大学院生ということでございます。じゃあお次参りましょうかね。お次のキャラクター、はい、こちらが、モーゼスさんでございまして、彼はですねもともとサフィーの友人だったんですけれども、先ほど、ご紹介したサフィーがマックスと仲良くなるにつれて、3人でつるむというキャラなんですけれども、共通の友人として、仲良くしている、モーゼスさんでございます。モーゼスさんは何か学ばれてるんですか？モーゼスはですね、このカレドン大におきまして、星の研究をしております天文学オタク。天文学とかでございまして、宇宙に思いを馳せる。そう、宇宙に思いを馳せて、寒空の下望遠鏡から離れない男でございましてそうか、もうずっと定点で 見ながらっていうところなんですかね。いや、これはちょっと面白そうな3人ですね。そうですね。あとはもう一人、もう1キャラクターおりましてですね、こちらはちょっと今の仲良しグループとは違う枠からの登場になるんですけれども、今回の実機プレイパートでも登場しますアルダーマン刑事ですね。アルダーマン刑事、彼はですね、物語の冒頭ですね、序盤で起きますある事件を担当する捜査官でして、マックス、モーゼスなどに疑いの目を向けてくる人物と。なんでしょうか、ここね、アルダーマン刑事。そう、このように他にもね、いろいろと出てくるんでしょうが。そうです。今回ですね、特に実機プレイでですね、ご紹介するところにおきましては、この主要な4名様のですね、席空いたんですか、今。ざっくり4名様ご案内いたします。ご案内いたしますということで、押さえていただければ今後スムーズかなというところです。いやー、ということでね、今ちょっとキャラも紹介していただきましたし、ちょっと赤石田さんからも出ましたが、実際にゲームをプレイしながらちょっと本編の方のね紹介に移りたいと思います。赤石田さん、ローズさん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずはどういった形でやっていきましょうか、ローズさん。まずはお見せするのが、カレドン大学で、の夜に、モーゼスとサフィーとマックスの3人組が、天文学部の屋上で、流星群を観測するというちょっとしたお友達の仲いい一幕をお見せできればと思っております。大学の思い出ですね、そういうのもね、本当に。でその後にですね、さらにですけれども、先ほど言いました何らかの事件でモーゼスを疑っているアルダーマンが研究室に捜査にやってくるというちょっと場面、そしてこれらの場面で厳密に言うと2つ目の方になってくるんですけれども、マックスの新たな能力を紹介できればと思います。それはちょっと気になりますよね。ですね、今作のマックスの能力は新たに厳密に言うと2つ存在しましてですね、1つ目は平行世界が今回登場するんですけれども、その平行世界を知覚する能力、マックスが手をかざすと、その平行世界の様子、同じ場所ではあるんですけれども、例えばその違う人がいたりだとか、あとは出来事の違いとかによって違うものが置かれてたりだとか、そういうものを、こちらの世界から見えるという能力、見える能力があります。例えばそうですね、向こう側の世界の会話を盗み聞いたりとか。そうか。でそして2つ目の能力になるんですけれども、せやろうなと思うかもしれないんですが、その2つ目のこの平行世界にマックスが行くことができます。せやろかいと思わないですよ。すごすぎますってそれ。せやろかいと俺となんかすごい能力ですね。そしてこの2つの世界を行き来しながら、この物語の中で起きた謎を解いていくというのが本作のゲームの肝となっています。すごいな。能力がどうやって発動するのかとか、どこでもできるのか、これ難しいけど、この後実機でね、そこら辺も体験できると。なんかいろいろ喋っちゃいそうでね。確かに難しいですからね。はい、そうなんです。行きましょう。何を見に来たんだっけ？簡潔にね。砕け散った小惑星の無数の破片。1800万キロ先のね。先ほど紹介したサフィーとモーゼス3人もいますね。はい。うわー、すごいな。
で、あの流れ星は地球に落ちてきたりしない？大丈夫。地表に着く前にバラバラになるよ。では問題。地球滅亡まであと24時間。あなたならどうする？あ、こういうね選択肢きますね。シリーズおなじみですけれども、はいはいはい選択肢が選べる感じになりまして、地球滅亡まで24時間。地球滅亡まで24時間、そらマックスはね写真撮るわけですよ。パチッと。もちろんその様子を記録する。だって世界滅亡写真集なんてすごくない？ああ、もう何言ってんの？そんなの誰にも見てもらえない。芸術は見る人がいてこそ成り立つわけで。はいはい、分かった。見解の違いだね。ずいぶん静かじゃん、モーゼス。何か言いなよ。聞いてなかった。でもほら、機材は順調だ。サム、なんで今家で毛布にくるまってないんだろう。どうしてそうどうして今部屋にいないんだろうっていうね。なるほど。まあ、すみません、僕もちょっと聞いてなかったでちょっとね、こちら側でのね会話もありますけど、会話があるんだよね。はい。じゃあまあはぶられたくなかったからじゃない？ああ、いいですね。多分私とモーゼスがサフィー抜きでめちゃくちゃ盛り上がってるのが嫌だったとか。あんたたちほどのパリピはそうそういないからね。ちゃんともう令和仕様ですね、さすがに。パリピではぶられるって。そうだ、マグ持ってきてた。ボトルの回し飲みはしないで済むよ。いやでも今回もね、もうちゃんとローカライズ日本語訳というか、入ってますね、音声が。そうですね。はい。ここはまあ我々頑張ったポイントでもあるんで。私天文学部じゃないし、文句があるなら私じゃなくて彼らに言って。こっちは世界一エロいばあちゃん。どれにする？やっぱちょっと落ち着いた感じますね、大人のね感じがね。そうですね。やっぱり原音もそうなんですけど、時間の経過があるので、お芝居も結構変わってるので、そのあたりも含めて見ていただくといいかなと思います。はいはい。そして今出てきた選択肢はこれ会話というより、どのマグカップを選ぶのみたいな話でして。どのセンスのないマグカップを選んでいくか。これね、面白がって変なのばっか持ってきたっていうね。なるほどなるほど。オタク&スケでやっちゃおうかな。はい。これにしましょう。半分は事実だし。これ結構重要な選択肢だったんですかね。めちゃくちゃ驚いてますもんだって。実はいいことがあってさ、まあ詳しくはまだ話せないんだけど、ビッグニュース。そこまで言っておいて教えないなんて。話が本決まりになるまではこれ以上何も言いたくない。怪しいな。まあとにかくお祝いに記念撮影しようよ。あ、ならちょっと待って、カメラを買ったんだよね。せっかくだからこれで撮って。掛け声は？低体温症かも。モーゼスは低体温症です。それは冗談にすることなのかという疑問も若干ありつつ。ジョークで言ったってことなんですかね。そうですね。そうですよね。一言拾っちゃったんですね。ちょっと詩を書く。なんだと思う？秘密ばっかりでお互いよく会話が成立してるな、君たち。ビッグニュースっていうのが何なのかすごく気になる。どうにかして聞き出せないかな。歩けるようになりましたね。ここら辺でいろいろとね、サフィーはあそこでやることが黄昏てというよりね、そうですね、詩を書いてくるって言ってましたもんね。あ、詩をそういうことか。おのおののね。聞いてみましょう。ねえサフィー。まあ担当直入に世間話もできるんですね。そうですね。じゃあ聞いちゃいましょう。お別れもできます。じゃあ呼んだのに。じゃあ行きましょう。サフィー、じゃあって聞きましょう。ねえ話して。ニュースって何？無理。この件はノーコメント。お願いだってば。大親友の私に隠し事するつもりなの？それはこっちのセリフ。じゃあまあいっぱいね
じゃあ話してくれる気なさそうですからね。これ以上しつこく聞けないみたいなんでね。そうだ、なるほど。ちょっと空気読みましたね。もうね、じゃあどうしましょなんかモーゼスがね元から仲いいらしいんで、これ彼の力をちょっと借りてみてもいいかもしれないですね。話していいですか？そうですね、話してみましょうか。マックさんは一番の新顔ですからね。新顔ですかね。モーゼス、サフィーのビッグニュースが何なのかちょっと知りたいと思わない？確かに。悪い顔しました。悪い顔した。オッケー。いい考えがある。なんだ？それなりの覚悟がいるけどね。うん。で？こっそりサフィーに渡すんだ。王冠？騙して受け取らせてどこかに忍ばせて。何？いたずら？いや、これはゲームだ。ちゃんとルールがある。この王冠を渡されたら命令を聞かなきゃいけない。常識の範囲内でね。常識の範囲内。じゃあこれは何があっても絶対に負けられないゲームってことだね。気をつけて。サフィーの常識はあまり当てにできないからね。仕返しが怖いぞ。なるほど。じゃあ行ってくる。手出し無用だからね。うん、分かった。正直勝ち目ないと思うけど。辛辣。ちょっと待って。なめないでよね。私だってやるときはやるんだから。似合っいいですね。しましたね。これはモーゼスとサフィーの間での遊びってことですか？そういうことですね。なるほど。そして意味ありげなカットが入りますね。なるほど、そういうことか。そうか。正面切って渡しに行くのじゃダメなんだ。受け取ってくれない。それはもちろんね。じゃあちょっとこう何かに忍ばせるとかそういう形になるんですかね。目の前すぎませんか？じゃあそこなんならさっきの会話聞こえてたんちゃうかみたいな。そこはもうだってもう何回やったっしょっていう。サフィーはまだタバコをやめられてない。これをうまく利用できるかも。サフィーに王冠を渡すためなら何でもありだ。いけます？いけますそこ。どこかうまく隠せそうな場所があるかも。いける。隠し場所としては。でも距離でも分かりづらいってね、分からないでしょうけど。王冠を雪玉に隠せないかな。雪玉にね。うまく狙えるか自信ないな。雪に詰めてぶつけるんですか？ちょっとそれもある。ちょっとした兵器になりますね。石を入れるみたいなね。よくない。よけさえされなければね、当たりはする。当たりはしますけど。こっちどうだ？いっぱいあるな。サフィーが怪しまないようなものにしの。サフィーはタバコを吸えない時にこれを食べてる。進めても怪しまれることはないはず。で、代わりに王冠を渡せばいい。これがこれね。これグミか。サワーキャンディーの箱。ここに箱に収めてっていうのができる。これやっていいですか？確かに。そうですね。なんか今までの中だと一番現実そうな。そう、雪玉とタバコ目の前すぎるもんだ。そうなんですよ。あと雪玉が兵器になってしまうというリスク。ちょっと怪我したごめんってなっちゃう。で、それぞれどうなったかも見てみたくもあるんですけど、ちょっとこれでいきましょうか。それでやってみましょう。ほい。お、ちらっと。でも塩書いてるから。いや、まあ見えて目線近いぞ。結構近いぞ。いける。はい。だってまず王冠のことをね知らないですからね。そうですね。あっちはね。マックスが知ってることは。その会話がまず近かった説はある。確かに。さあ、これでじゃあいきますか。よし。かな。渡せ。どうですかつって震え声で。ねえサフィー。バレないようにね、マックス。どうします？遠回りに行く。シワかけてる。一回挟みます。石がどうかな。もしかちょっと。でも香り出ちゃうんじゃないかな、マックスだったら。一回じゃあします。からのじゃあ余計不審な感じになりますけどね。その後にまた来てグミ食べるって。そうさっきの怪しさマックスですよ。ちょっとね、マックス怪しさマックスで勝負出ましょう。じゃあもうストレートに。グミいらない？まだあるよ。ちょうだい。いった。渡せた。ひどい。二人で私をはめたわね。出ましたね。作戦成功。さすが。ちょっと女には一つや二つ秘密があるもんだよ。
話してくれるのかまだごねてる思う言わない確かにね。やっぱここはルールをねそうルールそこはね、はい、ここで食い下がったらちょっとねそうです聞きたいですもんもったいないちょっといきます王冠の掟は絶対それを破る気？うん。ダメ。この借り絶対返すから。いいから話して。そんなになんだろう。実はさ、最近自分の詩を売り込んでたんだよね。まあ詩集みたいな感じで、出版社からオファーがあったってわけ。本当に？おいやったじゃんサフィー、それすごいよ。本当おめでとう。ありがとう。でも契約とかはまだだから、これからね正式に決まるまでは内緒にしておきたくて。分かった。秘密は守るから。あ、うわ、やば。はい、サフィーです。サフィア・ルウェリン・ファイヤード。はい、すぐ戻る。顔色が変わりましたね。ちょっともうあんだけ流れ星あったら願いたい放題ですからね。もうビュンビュンビュン飛んでますからね絶対叶いますよこれ。その本当に世界の終わりを取るの？当然。だって無人の建物どころか無人の星だよ。超すごくない？でもさ、サフィーも言ってたけど誰も見てくれないよ。そうだけど、でもいい。誰にも見てもらえない写真だとしても自分が得意なことをするだけでしょ？何よ。いや、なんていうか目的地より旅を楽しむタイプだったんだなって。ちょっと違うかな。なんていうか目的地に一人で着いても平気なタイプってところ。すごい長かった。いやすごいですねここね、確かに。モーゼスの言った通りだ。すごい。多少画角をこう動かしたりできてですね。はいはいはい。ズあ、ズームもできますね。そうなのでちょっとね、すごい綺麗な月を主役にしてもいいですし、いいですし、ちょっとこうねサイドに控えてね。街並みがね、綺麗ですね。街並みああいいですね。じゃあこれぐらいにしますか。あ、街並み確かに綺麗ですね。こだわっちゃったりして。湖があって。流れ星待ちます？あ、下に。あ、めちゃ右。あ、どうした？来たか？なんでしょう。この感じは。自分だけでも。モーゼスなんともないですね。確かに。平気？あ、ちょっとめまいがね。シャンパンかな。先に帰って休んでる。少ししたら車で送れるよ。大丈夫。歩けばすっきりすると思う。ありがとう。大丈夫？夜道の、ちょっとね、ちょっと酔い覚ましですか？酔い覚ましで、ちょっと今ね、なんかこうグワンと写真を撮ったタイミングで。来ましたね。Everything I know. Call the end and promise this is what you want. What if I'm dreaming? And please don't wake me up.散歩するにはいい夜ね。サフィーとは明日話そう。Dive into the deep blue with me. I'd swim an あんなにタバコを吸ってるなんて。あの電話何だったんだろう。It'd make no difference how far I'd go, 'cause I'd find you in any world.
サーフィー行ったら雪だるまに恨みでもあるの？ But I guess it's everything I call the ending. I promise this is what you want. What if I'm dreaming? Please don't wake なるほど、あの子がカレドンリス惨殺事件の犯人か。見つけたらああ、写まあそう真ですよね。撮りますよね、そりゃ。こんなショットめったに撮れない。確かにいいですね。寄ってみます。すごい目力、目力。目力ありますよ。あ、これもタイミングが。 Please don't wake me up. 前向かない。こっち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 。おい、おい、来た。おい、これ音声認識もあるんですかこれ？あ、またですよ。あ、また、またちょっと。さっきよりも来てるかも。やばいやばいやばい。あ、おっと、結構来てましたね。来てましたね。緊急放送システムによる避難勧告。私が招いたんだ。全部私のせい。マックス、おいおい、大丈夫かい？何かおかしい。サフィー、おい、どうした？サフィーだ。大丈夫そうだけど。一応様子を見に行こうかな。念のためね。少し心配なぐらいなんで、ちょっと駆け足でもいいぐらいな気がしますかね。こう走れますね。嘘。あ、なんかちょっと銃声が。え？今のはそうですよね。もう。こっちだ。足跡がずっと続いてる。あ、でもまあいますか。あ、いるいる。本当だ。多分いますから。はい。猟銃かな。確かにそうですね。なんらなんてことないゆっくりと歩いていく姿が見えました。見えました。獣害があるのかな、バーモント州も。そうですね。袋もいますしね。袋はね。あ、サフィーが。サフィー。サフィー。サフィー。ねえ。どうしたの？マックス！
っから始まるんすか。第1話が第1話第1話がパイロット版が始まっちゃいましたよ。築き上げたはずの日常がね、そうですよね。急に音を立てて崩れ落ちるのがね、目の前で見ちゃいましたね。見ちゃいました。はい。いや、こっからどう展開するかまたねちょっと興味深いんですけども、はい、プレイ像はでもまだここで終わりではないんですよね。まだプレイしていただけると、はい、いうことで、さあ続いてはじゃあ最終章をやっていただけると最終話のアリーアクセスエンディングをでちょっとモーゼスがね、落ち着きのない感じでしたけど、はい、そしてマックスも来ました。あれですね。明らかにこれもう大学の中ですよね。なるほどですね。大学の中か。はい。いいんだマックス。問題ない。何も。問題ない。本当か？問題ありでしょ。ああ、かなりね。いや確かにそりゃそうだよ。大丈夫モーゼス。なんとかなる。だといい。けど聞いてもいい？うん。何？いい弁護士知らない？そんなにまずいの？どうした？まあ確かにやらかしてはいる。どうした？嘘？サフィーのカメラを撮った。なんで？見てくださいこのマックスの顔。分かってる。ああ。さっきまで優しさが。まあそうか、現場からっていうことですよね。そうか。証拠なのに。ああでもまあそれモーゼス証拠じゃない。マックス分かってる。とっさだったんだ。あの晩現場でカメラを見て思った。サフィーが最後に撮ったのは僕ら3人の写真だって。サフィーはきっと嫌がると思う。あの写真が警察なんかの手に渡るなんて。それでオフィスに持ち帰ってそこで気がついた。僕は何やってる。証拠隠滅だぞ。だから隠してある。オフィスに。モーゼスやばいよなマックス。どうしたらいいんだろう。さてもうすぐ職員の方がマーフィーさんのオフィスを開けに来ます。中を見せてもらいますよ。やばい。どうにかしてサフィーのカメラを持ち出さなきゃ。それとも鍵を持ってますか？コールフィールドさん。あ、そうかそうか。これが、僕らね先に紹介しちゃったんで、アルダーマンさんですけど、まだ知らないんで、これね流れ的には違うかもしれない。先に言っちゃった。そうですね。聞いてみましょう。ああ、自己紹介がまだでしたね。私は刑事です。バーモント州警察ビンス・アルダーマン。ご友人のサフィアさんの件を担当します。お悔やみ申し上げます。ちょっとですね、なんかいぶかしんでみましょうかね。来ましたね。何か問題でも。今度早く帰ってほしいですね。おぎやはぎの方が出てくる。それで刑事さん、問題でもあるんですか？マックス、いいんだ。問題は特に。ただちょっとマーフィーさんは頻繁に鍵をお忘れになるようで。確かにそうです。すみませんがしばらくの間席を外してください。まあね。ああ。一人で大丈夫？マーフィーさんは大丈夫です。戻ってくる。
これは怖いな。明らかにロックオンされてる感じがね、しますね。いやバンジー9っす。そうですよね。何もできなくなっちゃいましたね。チャンスだ。どうなんでしょうかね。なんかキラキラしてますね。あっちの時間軸に行かないと。なんか出た。これは何かと言いますと、先ほど説明したマックスがその平行世界をまず見ることができるという話だったんですけども、さらにその平行世界、そうですね、今こちらが見えてるのがもう一つの世界。もうこの時点で。そもそもこの平行世界が何なのかというと、これはなぜかサフィーが殺されたタイミングを種として分岐しているらしい。サフィーが殺されてない世界みたいなんですよね。つまりこの事件が本当に起きてない場所ということで、なので同じ時間帯ではあるけれど、サフィーが生きている、世界というか、そういうことです。こちらの黄色いものはそれなんですね。そうですね。こちらのその向こうの世界ではここに自転車が置いてあると。そして今さっき見えてたキラキラ、これは何かと言いますと、なんとその平行世界に出入りできる場所になるわけですね。向こう側に行ける入り口であり、時間軸ならアルダーマン刑事はいない。そうですね。じゃあぜひ赤石田さん、マックスの新能力をお見せいただくことができますでしょうか。お願いします。すげえ。そしてあそこに見えてた自転車が、そうですね、実体化。たやつだ。ということはこの状況でこちらへ来るともうちょっといない。日時もちょっと変わってそうか、事件は起きてないからですね。なあ、マックス。何これ、うざ。よく耐えられるね。意外とすぐ慣れちゃう。見覚えありますか？ちらっと出ましたよ。症候群じゃない？かもね。で、なんのよ？実はちょっと変なこと聞きたいんだけど。気になるな。何？こっちのモーゼスはだいぶ上機嫌ですね。ここに学長に見られたくないものとか隠してたりしない？何か危ないものとか？そういうの。だったら電気ケトルだね。火事を気にする公務員にバレないよう隠してある。驚いた。モーゼスがルールを破るなんて。多少の柔軟性はないとね。ところで、なんでそんな質問？おっと、モーゼス、どこか支える、それか何か持ってくる？それなら六角レンチを。オッケー。この辺にある？いや、今は持ち主のカーラが使ってる。借りてきてくれたら助かるよ。六角レンチが。分かった。カーラを探し回る暇はない。早くレンチをモーゼスのところに持っていかないと。六角レンチなんですけれども、さっきまたモーゼスが少し言ってたのが、何やらこの持ち主の人がなんかどっかに持ち出してしまってるかもしれないと。そうか、ちょっと移動してると。なんでしょうね。だからもしかしたら今のこの研究室にはない、こちら側にはないないかもしれない。なんでしょうね。そんなことが起きてない世界とかがあればいいんですけれどもね。とするとこれはもうローズさんがそうなったのその喋り方になったらって思っちゃう。モーゼスにレンチを渡さないと。とすると、もう入っちゃった。そうか。無事入れました。そうか。何日も誰も来てない。何日も誰も来てない世界。いつの間に。あら、そこには。やばい、見えちゃう。よし。危ない。六角レンチを手に入れて早く戻らないと。さっきの机に置いてあったっぽいやつなのかな。これか。出た。これだ。それでした。モーゼスにレンチを渡さなきゃ。
ということはまあシンプルにそこからねもう一度うん切り替えたらいいということですね。はいはいはい。先ほどのただこちらはまあこちらが待ってるから回り込んで、はいから回り込んで、モーゼスにレンチを渡さなきゃ。一瞬混乱しますけどこれで事件の起こってない世界に戻ってきて、事件の起こっている世界から六角レンチを持って帰ってきたという状態ですね。じゃあ渡しちゃっていいですか？渡しちゃってください。いけますかこれ？六角さんに聞いたんだけど、レンチ角のさんこといるんですよね、日本にも六角さん。ほんと助かったよ。何かと思った。たまにはくだらないのもいいでしょ。感謝して。ここまでお見せできるのはここまでですね。いやーもうこのままね延々とプレイしたいところだ。いや面白いですもんねこれね。さあ楽しみでございます。以上実機プレイでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて本作の商品情報、こちらの方に移りたいと思います。お願いいたします。はい、ただいま実機プレイもご紹介させていただきました「Life is Strange Double Exposure」。こちらは、今年2024年の10月30日発売予定となっております。現在予約受付中でございます。特にですね、こちら通常版、デラックス版、アルティメット版とございまして、その中で、このダウンロード版のですねアルティメット版、アルティメットエディションをご予約いただきますと、発売日、10月30日の2週間前からですね、先ほどお見せしたパートにもなるんですけれども、チャプター1と2がですね先行して2週間前から遊べてしまうという、遊べてしまう、なかなかないですねこれは。そうなんです。なかなか、先行プレイが可能となっているのがこちらのアルティメットエディションになります。その他ですね、各種アパレルパック、マックスの大着替えですとか、そういったコンテンツもですねそれぞれデラックスエディション、アルティメットエディションとついておりますので、アパレルパックにファイナルファンタジー7？あ、そうなんですよ。これ見てのお楽しみでぜひお願いしたいところなんですけども、はい。なんでだろうな。そうなんですよ。なかなか面白いコラボ衣装も入っておりますので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。はい、わかりました。さて盛りだくさんでお届けしてきましたが、なんとですね、まあもうそろそろ最後のお時間が迫ってまいりました。ということでございました。あっという間でございました。さあ最後にですねお得な情報をお話しください。はいはい、ただいまですねシリーズの、Life is Strange シリーズの、過去作品のセールが、絶賛開催中でございまして、今作ダブルエクスポージャーに続く物語が描かれております1作品目のリマスター版ですとか、お得な価格でお買い求めいただけるチャンスでございますので、ぜひとも、今作ダブルエクスポージャーの前にですね Life is Strange の世界、予習していただいて、いいですね、ちょっと不思議な心に響く世界観に至っていただけると、これいい機会かなということですんで、まあ発売もうちょっとありますんで、楽しみにしていただければと思います。忘れられないですもんね、本当ね。そうですよ。ストーリーがなんかいいんですよね。本当素晴らしいんで、ぜひとも皆さん体験してね、こちら新作に合わせていただきたいと思います。セール開催中、よろしくお願いします。開催中ということでございます。それともう一つ、ですね、ただいま東京ゲームショウ、開催中でございますけれども、東京ゲームショウのスクエアエニックスブースにですね、レジェンドが、来ております。レジェンドホットドッグマン先生がですね、ホットドッグマン、来ました。スタジオの真ん中にも、ずっとね鎮座しておられますけども、結構後ろにもいらっしゃいますけど、そうなんですよ。こちらはもう冬バージョンってことなんですか？そうですね。今作ダブルエクスポージャーの、舞台カレドンが先ほど見ていただいた通りですね、雪化粧というか、そうですね、冬場の物語になってますんで、装いもですね冬バージョンで、今ブースにですね、お時間は不定期になりますけども、
ホットドッグマン登場してまして、これと合わせてですね2大レジェンド揃い踏みという形でパワーウォッシャーもパワーウォッシャーの方もはいね、去年も大活躍出没しておりますので、出没してますのでぜひとも遭遇チャンスでございますので、なるほど、皆さんですね、写真撮ってお越しの場合は写真撮っていただいて、SNS とかではい、もちろんでございます。上げていただいてね、そうです。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。盛り上げていただいてね。はい。さあ最後にですね、ご視聴いただいた方たちに一言ずついただきたいと思います。まずは赤石田さんお願いします。はい、そうですね、今日は、実機のプレーもありまして、どちらかというともっとお見せしたかったし、もっといろいろ喋りたかったんですけども、どうしても難しいですよね、それね。作品の性質上、そうですね、すごくなんかこう気持ち悪いテンションになってたかと思います。すいませんでした。テンションではないです。はい、でもぜひともね、続き、そして冒頭から今日お見せしたのは全く最初のドア玉ではないので、ちょっとね、そういろいろちょっとこうかいつまんでお見せした形なんですよ。だからそこの流れをねしっかりとプレイしていただいて、まあですけどもじっくり腰据えてプレイしていただけると、そのあたりもですね非常に味わい深いかなと思うんで、お手に取っていただきたいです。よろしくお願いします。楽しみにしていただければと。さあそれではローズさん、皆さんに一言お願いします。はい、そうですね、今作「Life is Strange Double Exposure」マックスの物語であるということをやっぱり強調させていただいた番組ではあったんですけれども、もう一つ加えることがあるとすれば、これはマックスの新たな物語でもあるということで、新たなキャラクター、新たな能力、新たな事件がある作品ということで、当然今までのライフシリーズのファンはもちろんなんですけれども、これをきっかけに、ちょっとこういうアドベンチャーゲームとかに興味を持った、もしくはちょっとミステリーとか好きだけど SF とか好きだけどっていう方にもぜひ手に取ってもらいたいと思っておりまして、このライフイズストレンジシリーズへの入り口になってくれればいいかなという部分がありますので、もし興味があればぜひよろしくお願いしますと思っております。ありがとうございました。ということでライフイズストレンジダブルエクスポージャー、お楽しみ、いただければと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。さようなら。